はい、盆栽からしたらもったいない高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回はですねこれはいうちでよくやってるちょんまげ付きの黒松なんですけど、種をまいて黒松の松ぼっくりから種を取ってそれを僕がまいてね、でもうかれこれ多分これ10年かもうちょっといってるぐらいなんですけど、これを今プラスチックの鉢に入ってるのをこういうちょっとこれね綺麗な鉢に一応、化粧鉢まではいかないですけど一応ちゃんとした鉢に植え替えるという、そういう作業の説明なんですが、植え替えしながらねこのちょんまげを切るのが一番今まででうち成功率高かったんでその時期とか、そういう細々と説明をしながら、作業も植え替えの作業もしていこうかなと思います。で本題に入る前にちょっとだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。はい、でメールアドレスだけでねこの動画の概要欄説明欄の方から、登録できますんで、はい、で文章にして定期的にメールがこの盆栽のね技術知識のメールが届くというような内容になってますので、よかったらそちらでも勉強してみてください。では本題に戻ります。これの植え替えなんですけども、下がしっかり太ってもらうために容量大きめの鉢に植えてるんですが、これをねごっそり根を切りながら、これ残したまんまだったらちょっとこっちに栄養取られすぎるから、同時に切ろうと、そういう話なんですけども、植え替えする時にこれが切るのが調子がいいと。ほんでじゃあ植え替えしない時にこれ切ったら調子悪いかいって言ったら実際ね調子悪いことがあったんですね。芽切りの時期にこれついでに切って下がいっぱいこう容量がある養分吸い上げられる水も蓄えれるとこにこのいっぱい栄養を取られるこのちょんまげにね行く栄養がなくなってこっちに水分養分が行き過ぎて、乾きにくくなって枯れるみたいなのがちらほらあったんで、これを切りながら植え替えしたらすごくほぼゼロですね、枯れた本数が。なんでそういうのを今うちはやってます。じゃあちょっとこの作業する前にこの植木鉢の方をね先に準備しておきますね。この網をこんな感じで今日はちょんまげを切りながら植え替えするのがいいですよという動画なんですけど、ついでにね僕の植え替えどういうふうにしているかっていうのも見てもらったらというふうにやってます。で今網が止まって次は木と鉢を固定する針金ですね。これあらかじめね穴の幅に形をつけといたらこれがやりやすい。こんな感じ、これで鉢の準備が一旦できたのでちょっと置いときます。でこちらプラ鉢からまず抜くんですけど針金で留めてるそこの針金を切ってで上の針金も切るんですけど埋まっちゃってどこにあるのかなっていうかちょっとほじほじ少々お待ちくださいね。
今どこで針金を結んだのか止めたのかがあった前の針金の結び目が出てきたのでこれを切るんですけども、いやだいぶ植え替えて年数が経ってるから、よいしょ、これでいけるかな。針金をここに切れたらいい。はい、このプラスチックの鉢から全然抜けなかったのでこういう道具を持ってきました。ゴムのハンマーなんですけど、これで叩けば多分抜けるはずです。ちょっとやってみます。もう割れてるゴム槌も何ももうなかったかもしれない、破壊したんではい、こんなもんです。でもうしっかりね根が詰まっちゃって、これもうごっそり取らないといけないなという感じになってます。これどうやっていこうかな。最初これをどんどん硬いな。これはまた、ね、ここまでほっとくとね作業がしにくいんでね、皆さんはここに至るまでにどうにかしときましょう。こういう時の切るハサミは新品じゃなくて使い古したやつがいいですね。今もう砂とまとめて切ってるんで簡単に切れ味が落ちちゃいます。ちょっと重いな。ちょっと今作業しながらねこの徒長枝が重すぎて邪魔になってきたんで、一旦ちょっとこれぐらいで切っときます。はい、はい、これねこんだけあると結構重たいですね。はい、でもまあ最後もうちょっと短くするんですけど、今これ取っ手があればね楽なんでわざとつけてる感じで、はい、でもうちょっと根がまだまだでかいのでもうちょっと切って小さくしていきます。ちょっと今ね植え付け角度をねこう植わってたんですけど、ちょっとこうでもいいかなと思ったんで、これに合わせたこっちのね切り方だから、この辺をしっかり切って、あとここを切ったらちょうどいい角度になるかなという気持ちで今やろうかなと。はい、
こういう太い根っこはこういう道具でね、こういう道具、こういうのでえぐり取っていきます。でちょっと角度を見ながらごめんなさいね。こんなもんか。でこれをある程度いったなと思ったら、ちょっとねこうやってちょっと入れてみて入るかなというところで、ちょっと今こう斜めにするとまだこの辺が出そうなので、この辺をちょっともうちょっと削っていきます。こんなもんかな。こっちじゃないな。よし、これである程度この作業は終わったので、次はこの鉢に植えていきます。底砂にね日向土、これは水はけが良くなる用の砂ですね。これをここにパラパラっとこれぐらい、でこれは底だけですね。で次主要な土、砂、よいしょ、これ赤玉ですね。小粒の赤玉、と石の粒を混ぜたのがもう今ここ用意してるんですけど、これを赤玉が4割ぐらいかな。でこんな感じで、でこれをこうねここに設置してググッとやって、角度を決めて針金でね、針金もね一番よく効く場所、ちょうどここが広いんでね、ここを押さえたら多分止まると思うんで、そういう場所に針金が来るようにして今から植え付けていきます。じゃあこれ針金をねギュッと結んでいきます。この作業が植え替えの中でねかなり大事ですね。下手したら一番大事ぐらい言ってもいいかもしれない。これが緩いともう根付きが悪いで、これで今縛ったんですけど、もう木を持っても全然グラグラしない、鉢と木がしっかり固定された状態に今なりました。根によってはね2本ぐらい針金があった方がいい場合はありますけど、今回はあんま大きくないんでこんなぐらいでもうちょっといこうかな。引っ張ってねじる、で余分な針金はで手怪我していけないので寝かして叩いて埋めとくと、こんな感じですね。であとはこの空いてるところに砂と赤玉を入れていきます。
でよいしょ、これ単にねこう鳴らしただけではねちょっと隙間が空いてる可能性があるんで、一応ね今みたいな単純な根の形の時はあんまりいらないですけど、たまに空洞ができやすい根の形になる場合もあるんで、一応つついて隙間をしっかり埋めます。で最後は手でねちょっとギュッギュッと、で植え替えたすぐの時はちょっと砂多めぐらいでもいいかなと思います。ちょっと確認、いい感じですね。はい。で一応植え付けはこれで完了ということで、上なんですけど、ここまで長く置いとかんでもええかなっていう、これぐらいでもええはええんですけど、ちょっとねこれぐらいこれぐらい残しといて、で今がね今日植え付けしてるのがもう11月の何日だっけ、11月の6日なんですけど、11月超え出したらもうこういう植え替え作業は黒松は上が元気だったらね、芽が元気だったらもう問題ないです。で下根切られて、栄養分なり水分の、収入が減った分、上のねこの枝葉支出も減らすという、今日切ってねちょんまが切って、でこれでバランスが取れて後々枯れにくい、元気に成長しやすいということになりますね。はい、こんな感じで上のちょんまげちょっと戻してみましょうか。こんな感じでついてたんですけど、これがスパンと、はい、根を切られて上も切られてちょうど、収支のバランスが取れたというような感じで、一応うちではねこのやり方で全然一本も枯れてないんで、はい、皆さんもね、こういう育て方されてる人は植え替えと同時にこれを切るというのをやってみてもらった方が安全かなと思います。はい、本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録、高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。